皆さんこんにちは。こちらは電音 PMA390 です。発売は1991年。当時の値段は33,000円でした。コストパフォーマンスを徹底的に追求して作られた世界戦略モデルです。ドイツのオーディオ専門誌で1位を獲得したことでヒットモデルになりました。今回はこのアンプの中身を詳しく見ていきます。このモデルの主なスペックは次の通りです。定格出力は8オームで60ワットです。ダイナミックパワーに余裕がありますが、歪みを犠牲にした出力です。4オームの定格出力を知りたいところですが、不明です。フォノ入力は MC カートリッジに対応しています。これと類似のモデルに次があります。PMA390 はオーディオ市場が縮小する中、数少ないヒットモデルになりました。精力的にモデルチェンジされて、2019年頃まで生産されていました。歴代シリーズの中で MC カートリッジに対応したのは2機種です。トロイダルトランスを載せていたのは初代だけでした。トロイダルトランスというのは継ぎ目のないコアを使ったトランスです。外に漏れるノイズが少なくて音質に有利と言われています。今回ご紹介するモデルは91年に登場した初代390です。このアンプは中古でしたので状態を確認します。ボリュームに少しだけガリがあります。スイッチを押すとガサガサ音がします。入力セレクターの調子が悪いですね。このままでは音の検証ができませんのでオーバーホールしていきます。本体を分解していきます。このアンプの目玉、トロイダルトランスです。シールドケースに入っています。このクラスでこれほど立派なトランスを載せた例は少ないと思います。このクラスの出力回路は IC で済まされることが多いですが、ディスクリートで構成されています。マスターボリュームのつまみにはアルミのカバーがついています。
ひんやりした感触があって安っぽく感じません。プリント基板をチェックします。熱で焦げているところやハンダ割れなどは見当たりません。メンテナンスが必要な部品を取り外していきます。プッシュボタンを分解しています。錆びていますね。ゴソゴソいう音がしたのはこれが原因です。ペーパーで磨いていきます。専用オイルを塗って組み立てていきます。スライドスイッチを分解していきます。両端が真っ黒ですね。いつも通りの光景です。
こすってもきれいになりませんので削り取っていきます。プロテクションリレーをメンテナンスしていきます。ここはダンピングファクターに関係しますので、しっかり磨きます。トーンコントロールとバランスのボリュームを外していきます。固定している出っ張りが外すときに折れてしまいます。顕微鏡で様子を見てみます。かなり汚れています。摩耗粉が見えます。マスターボリュームを分解していきます。カシ目を削り取ります。
これもかなり汚れています。次回はボリュームの復元にトライします。ダメージが進んだボリュームは元通りになるのか、カシメを削り取ったボリュームを復元できるのか、どうぞお楽しみに。